こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。今回は2024年の越冬明けの様子をお伝えしましょう。今年の越冬明けは3月24日でした。昨年よりは2週間遅く、一昨年よりは1日だけ遅かったです。ただ、この地方の3月に蜜源植物は全くありません。養蜂場です。これから巣箱を置くので、きれいに清掃したところです。納屋に置いてある越冬用の箱の包装を解くことから始めます。時刻は朝の8時です。この日の朝の気温は氷点下4度まで下がりました。日中の最高気温はプラス6度の予報が出ています。天気は晴れです。まだまだ寒いのですが、天気予報によると、この日を境に日中の気温が蜂の活動を促す高さにまで上昇します。この点を見ながら、この日に越冬明けをすることに決めました。それにしても、先ほどからガサゴソとやっているのに、蜂は1頭も外に出てきません。大丈夫なのでしょうか？ちゃんと生きているのでしょうか？越冬を始めたのは昨年の11月22日です。この間は約4ヶ月、包装は全く開けていません。もちろん巣箱の中を見てもいません。ただ、巣門はずっと開けていたので、暖かい時には蜂は外に出てきていたようです。今、巣門を閉じています。これから巣箱を移動するからです。巣箱を運んでいる最中に、蜂が外に飛び出してこないようにするためです。今年は2月の後半にかなり暖かい日々がありました。そんな時、蜂たちは外に出てきてお腹に溜まった糞を出していたようです。そのため、越冬用の箱の表面が例年になく汚れています。巣箱を納屋の外に運び出すことができるようになりました。養蜂場まで持って行く前に、巣箱を納屋の前の日当たりの良い場所に一旦仮置きします。巣箱の巣門と窓とは連動しています。巣箱の構造上、巣門を閉じると窓が開くようになっています。ですから、先ほど巣門を閉じたので、今、窓は開いています。開いた窓から巣箱の中の様子を垣間見ることができます。どうやらすべての群が健在なようです。つまり今年も昨年に続き越冬成功率は 100% でした。窓の下の方に蝋のくずが溜まっています。これは蜂たちが冬の間に蜜棒に溜まった蜜を消費するために蓋を外した後です。窓に手をかざすと温かみが感じられます。蜂たちが一生懸命に体を震わせて発熱しているのです。まだまだ寒いので、保温のために、これから巣箱に麻布をかぶせます。
養蜂場で巣箱を置く位置を決めます。置く位置が決まったので、巣箱を養蜂場に移しました。時刻は11時半です。どうやら今朝、巣門を閉じる前に数十頭程度の蜂がすでに巣の外に出ていたようです。ただ彼女たちはどうして新たな巣箱の位置を知っているのでしょうか。越冬に入る前の昨年の秋の巣の位置の記憶がまだ残っているとでも言うのでしょうか。50メートル離れた越冬場所で巣の外に出た蜂たちが養蜂場に移した巣箱にこうやってちゃんと戻ってこれたというのは少し不思議です。次に巣箱の上に屋根を作ります。つまり巣箱の上にスタイロフォームとポリカーボネート製の板を重ねておきます。その上に重しを置きます。いよいよ巣門を開けます。印象としては蜂たちは非常に元気がいいようです。この蜂たちは蜂蜜をふんだんにもらいながら越冬に臨みました。そのため越冬前に砂糖水の給仕は行っていません。それは秋の友禅菊の流蜜が非常に盛んだったからです。また打肉除剤を巣箱の中に投入する時期であったので、集まった友禅菊の蜜を人間の食用にすることはできませんでした。このように50メートル離れたところに置いてある元の越冬した箱に戻っている蜂もいるにはいますが、それは少数です。そうした迷子の蜂は数頭足らずです。巣門を開けてから2時間が経ったところです。蜂たちの様子がだいぶ落ち着いてきました。また巣の中に溜まっていた仲間の死体を巣箱の外にせっせと運び出しています。今回は越冬分け作業の様子をお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。